オーストラリア在住のシーです。私は今手術をしに日本に来ています。手術まであと7日となりました。私の手術は左足の膝裏にできた神経小腫を取る手術です。神経小腫っていうのはほとんどが良性だそうで、神経にできた腫瘍なんですね。なんですけれども、私の場合は膝の裏っていうことで、膝の裏はすごくレアだそうです。ほとんどはですね、頭、脳とかですね、脊髄とか、あと顔、聴神経のあたりとか、あとは腕とか手とか足とか、そういったところにできるそうなんですけれども、私の場合は膝裏なんですね。で、神経にできた腫瘍ですし、あとは膝裏ってことで、膝裏はすごく運動神経がたくさん通っているところですので、すごく敏感で、なので手術もすごくリスクがあると言われています。なので今日はですね、どうやって私が神経小腫を、見つけたのか、そして、なぜ9年もかかって手術を決心することになったのか、それをですねお話ししたいと思います。私の場合はですね、この膝裏にできているってことで、膝裏っていうのは非常に運動神経がたくさん通っているところで、すごく敏感なところなんですよね。なので本当に症例もなくて、もう体験談とかインスタとかいろんなところで探してみたんですけども、本当に膝裏の神経小腫の経験している方とか、手術を体験している方っていうのが全然見つからなくてですね、なので余計不安だったんですけれども、なので今回ですね、計画になかった Vlog始めることになりましたけれども、そういった珍しいものなので、もし膝裏に神経小腫ある方とか、それから神経小腫他のところでも参考になるといいなというふうに思っています。最初にですね、私が見つけたきっかけなんですけれども、9年前のある夜、私が夜中に起きて、お手洗いに行ったんですけれども、トイレの後にちょっと寒くて着替えようと思って、着替える時にですね、変な風にちょっと伸びをしてしまって、そしたらちょっと体をひねって、ベッドにちょっと倒れちゃったんですね。で、その時に、キャーンってものすごい激痛が走ってですね、もう声にも出ないようなものすごい激痛で、それでベッドに這い上がって、あ、痛いって誘ってたんですけれども、その誘った時にコリッって何かするのが手に触ったんですよ。で、あれと思って、それでコリコリってこういう風に触って、なんだこれはと思って、で、すぐに病院に行ったところ、超音波をしましょうということになって、超音波をしたら、これはおそらく神経小腫ですっていうことで説明をされて、ただ、ほとんどが良性だから、急いで手術をするとかする必要はないということで、治療方法はなくて、手術しかないっていうふうに言われたんですけれども、その手術も、急ぐ必要はないと。ほとんど良性だから、急ぐ必要はないっていうふうに言われて、で、だんだん少しずつ大きくなるはずだから、大きくなっていって、痛みが、すごく増えてきたとか、生活に支障が出てきたとか、運動神経に関係があるから、運動障害が出てきたりとか、そういうふうになってきたら、手術を考えればいいよっていうふうに言われたんですね。で、その時は、それですごくびっくりしたんですけれども、一応、急がなくていいって言われたので、仕事の忙しさにもかまけて、そのまま時が過ぎていったんです。で、だんだんですね、でもやっぱり、痛みがすごいやっぱりちょっと出てきて、例えば、私結構日本に年に2回とか出張に来てたんですけれども、ロングフライトでずっと座ってるとちょっとやっぱり痛くなってきたりとか、その後出張でもいろんなとこすごい歩くん
ですよね。で、歩くとやっぱり負担になってすごく痛くなったりとか、どんどんやっぱりそういうふうに痛みがひどくなっていって、痛みがすごくひどい時とそうじゃない時が結構時期的にあるんですけれども、やっぱりそういうふうな時はやっぱり痛くなったりとか、そういうのがあったんですね。で、だんだんそういうふうになっていて、それで数年後にですね、一度オーストラリアでちょっと専門医を探してみようっていうことになって、それでオーストラリアの医療システムってまずは家庭医、GP っていう家庭医に行かなくちゃいけないんですけども、何件か GP に行ったんですけれども、なんかやっぱり症例がないですし、あんまり知られてない、膝裏ですし、あんまりわからないっていうことで、専門医の先生をうまく探してもらえなかったんです。で、ある先生のとこ行った時に、私の、知り合いで、ちょっと詳しそうな人がいるから、ちょっと調べてみるっていうふうに言ってくださって、で、その先生が紹介してくださったのが、手の手術の専門医だったんですね。で、これって手なんですかって言ったら、私もそう思ったんだけど、いろいろ調べて、で、その知り合いにも聞いたら、手ってすごく神経がたくさん通ってるとこで、しかも動かさないといけないところじゃないですか。なので、手の専門医ってすごく精密な細かい手術をせざるを得ない先生たちらそうなんですよ。なので、その中でもシドニーではナンバーワン、ナンバーツーと言われてる先生だよっていうことでご紹介いただいて、で、その先生に会いに行ったんですね。オーストラリア人のオージーの先生だったんですけれども、そしたらその先生が、手術は全然できるよっていうことで、ジグザグにですね、30センチぐらい切るって言われたんですよ。で、ジグザグにですかって言ったら、ジグザグに30センチ切るって言われて、で、ちょっとなんとなくですね、その先生のその話聞いたときに、なんかやっぱり膝裏にジグザグに30センチぐらい残っちゃうっていうのも、傷がやっぱりすごいだろうなっていうのもありましたし、なのですごくちょっと踏み切れなくて、腫瘍の大きさはその時2センチぐらいだったのかなだったんですけれども、それで30センチかと思ってですね。それで、やっぱりちょっと踏み切れずに、忙しい毎日で時は過ぎていったんです。で、そんなこんな、しているうちに、やっぱりどんどんですね、やっぱり支障が、感じられるようになっていったんですね。例えば、最初の方はですね、どうしてもヒール履きたい時には履いちゃったりとかもしてたんですけど、履いた後はすごく痛くなっちゃったりとかしてて、だったんですけども、全然ヒールも履けなくなっていってたし、あとはもう、座ったり立ったり、歩いたりするのもすごくやっぱり気をつけてやれないといけないようになってましたし、もうストレッチングとかも全然痛くなっちゃうんで左足はできなかったですし、なのでもう本当にやりたい運動とか、私ダンス好きなんですけど、ダンスとかもやりたくてもできなかったですし、なので、やっぱりちょっと本格的に手術を検討していった方がいいかなっていうふうに思い始めて、それで、いい先生をちょっと探してみようっていうふうに本格的に動き出したんですね。それが今から4年前でした。で、その時は、じゃあどこで手術受けようかなって話になって、オーストラリアでやっぱり、いい先生がなかなか見つけづらかったのもありましたし、で、まずは、私の、主人、韓国人なんですけれども、私の母はもうすでにオーストラリアに、私が呼び寄せで永住権取って、来ちゃってましたので、日本では実家もなくなっちゃいましたし、いるとこがなかったので、韓国でしたら、主人の、ご家族、お姉さんとお母さんといらっしゃるので、韓国だったら手術しても安心かなと思ってですね、まずは韓国で探し出したんです。韓国も医療ね、結構いいっていうふうに、知ってましたし、なので韓国で探し始めて、韓国の大きな大学病院に行ったんですけれども、その時には、腫瘍の
専門医の先生を紹介されて、腫瘍の専門医の先生にお会いしたんですね。で、その先生と診療を受けたら、その先生が、っていう感じで、手術できないことはないけど、やっぱり、すごくリスクが大きいから、例えば、感覚が鈍くなっちゃったり、なくなっちゃったり、それから、むしろ、痛みが増加しちゃったりとか、それから、最悪の場合は麻痺しちゃったりとか、いろんなそういうリスクがあるから、自分だったらやらないっていうふうに先生がおっしゃったんです。そういうふうに正直に言ってくださった先生もありがたかったんですけど、で、今の時代、もう90歳になったって手術できるから、もう本当に生活に支障ができて、痛くてしょうがなくて、そうなった時にやったらいいんじゃないっていうふうに言われたので、そういうふうにおっしゃられたので、私も、やっぱり手術は怖いなと思って、諦めたんです。その時は。だけどその後も、知り合いのつてをたどって、いろいろ有名な病院とか、こういう病気の手術ができるような名医の先生いないかなとか、知ってる人いないかなとかって、探してみてもらったんですけど、やっぱり韓国では見つからなくて、それでその次の年ですね、毎回私1年に2回日本に出張に行ってましたから、大体行くとするともう本当1年後とかそんな風になってしまったんですけども、今から、3年前ですね。3年前に、ちょうどですね、日本で探そうと思った時に、私のクライアントさんで、医師の方がいらっしゃったんですよ。で、私、ちょっとすぐ、1ヶ月後ぐらい日本に行くんですけど、こういう病気を持ってて、実は日本での手術もちょっと考え始めてて、だけど全然つてがなくて、どこの病院に行ったらいいのか、どの先生に行ったらいいのか全然わからないと。なので、誰かもしいい先生とか病院してたら紹介してもらえませんかって言ったら、その方がやっぱり知り合いの先生とかに、聞いてくださって、その先生は違う、専門の先生だったんですけども、知り合いの先生とかに聞いてくださって、それで最初に紹介されたのが、あるやっぱり、大学病院の、腫瘍の専門医だったんですね。で、その先生のとこに会いに行ったんですけれども、そしたらその先生もとってもいい先生で、もちろんリスクは、あると。その韓国の先生が言ったことと、同じことだけどって言って、本当に同じ説明をされたんですね。だけど、今、そんな風に痛いんだったら、手術適応患者っていう風に言えるから、手術は、やりたければできますよっていう風に言ってくださって、すごく親切によくしてくださったんですね。で、やるんだったらこの先生がいいかななんて思ってたんですけれども、で、その後、また、すごく参考になって、ね、で、その後、また時が経っていったわけなんですけども、その次の日本に来る時もですね、もう一回ちょっとセカンドオピニオンじゃないけれども、聞いてみた方がいいかなと思って、その時もたまたま私が昔ミュージカルをやってたんですけども、その時の先輩に、すごく顔が広い先輩だったので、なんとなくふっと言ってみたんですね。私こんな病気があって、日本での手術も考えてるんですけど、ひょっとして、なんか知り合い、医療界に知り合いの方がいて、もし情報とかがあったら教えてもらえませんかみたいな話をしたら、なんと、その方の、親戚の方が、ある大学病院の先生でいらしたってことで、いろいろ調べてくださって、それで次に日本に来た時に、今のその大学病院の先生、手の手術の専門医の方ですね、を紹介されたんです。でやっぱり、オーストラリアで手の専門医って言ったけど、やっぱりそうなんだと思ってですね。で、その先生に会いに行ったら、
なんとその先生、神経症種の研究をちょっとされてたんですよ。こうデータを集められて、なんか今50患者ぐらいの症例を集められたとか言ってて、なんか専門医の先生の間でも発表とか何とかされてたみたいなんですね。で、その発表されてた時のパワーポイントとか見せてくださって、データを見せてくださいながら説明してくださったんですよ。で、どのぐらいリスクが大きいのか、で、どんなリスクがあるのかっていうのをですね、その集めたデータで数字で見せてくださったんですね。なので、すごくわかりやすかったし、すごく信頼ができたですね。で、手の専門医っていうことだったので、先生、オーストラリアでもやっぱり手の手術の専門医って言われて会ってたことがあったんですけども、他では、韓国とかでは、腫瘍の専門医の先生だとも言われて、腫瘍の専門医の先生にも会ってたと。どっちがいいんですかっていうふうにお聞きしたら、まあ、もちろん腫瘍の専門医の先生も腫瘍専門だから、できないことはないと。だけど、膝裏ってことで、やっぱり神経がたくさん通ってるところで動かないといけないところで、やっぱり手の専門医っていうのは、神経がいっぱい通ってる手をいっぱいやってるから、やっぱりこれは手の手術の専門医だと思うよっていうふうに先生がおっしゃって。で、その時に、手術するんだったらこの先生かなっていうふうに思ってたんですね。だけど、結局決心ができず、いて、で、次に来た時に、もう一回先生に会って、また同じような質問して、先生同じように答えてくださって、図に書いてですね、こうだよ、こうだよっていうふうに本当丁寧に説明してくださって、それで、一応、決心つかなくても、じゃあ予約入れることできますかっていうふうに言ったら、一応予約はできるよと。予約して、手術の1ヶ月前に来て事前検査をしないといけないから、その時来て検査をして、診療する時までに決めればいいからって。手術やりたかったらやればいいし、やりたくなかったらキャンセルしてもいいよっていうふうにおっしゃったので、それで私は、今から2年前の4月に手術の予約をしてたんですよ。で、手術をすることになったら3月に来るんだなって思って、計画を立てようと思ってたんですけど、そんな矢先に母が5月に亡くなってしまって、葬儀をしたりいろいろあって、で、その次の4月だったので、手術、その後だなって思ってたんですけど、8月にですね、私が朝、犬の散歩をしてた時に、急に大きな犬が出てきてですね、びっくりして逃げようとして転んでしまって、右の手首を骨折してしまいまして、で、そこから6週間ギブスとなったんですけど、オーストラリアのギブスもめちゃくちゃ大きくて、重くてですね、それを6週間してて、で、それを外したらですね、もう肩が、50肩みたいに、もうこんな上がらなくなってしまって、手首は手首で、何も動かないで痛かったですし、肩までも上がんなくなってしまって、これはですね、やっぱり手術をした後にも立たないといけないじゃないですか。なのに、やっぱり手首と肩がこんな状況じゃ手術できないなと思って、その時に、その4月の手術はキャンセルをしたんですよ。で、キャンセルをして、で、10月ぐらいに、延期っていう形で、延期にしておいてもらったんですね。で、そうやって、リハビリをしていったんですけれども、じゃあリハビリして良くなってきたから、じゃあ、手術受けようかなっていうことを、また本気で考えるようになった時に、今度はですね、胃が急にすごく悪くなってしまって、で、その胃がですね、もう本当に、食べれなくなってしまって、もう数ヶ月食べれなかったんで、もう、今はですね、だいぶ回復して、ふっくらとしてきたんですけど、今でも体はガリガリなんですけどね、もう、筋肉と、脂肪が全部落ちちゃいまして、もう本当に、骸骨みたいになっ
ちゃったんですね。で、もう本当に食べれなくて、今もやっと回復してきて、だいぶ本当に食べれるようにはなってるんですけど、すごく今も気をつけて食べないといけないような状況でして、もうそれがずっと、この半年以上続いてたんですよ。で、この胃が悪い間は、やっぱり手術できないなと思って、また一回キャンセルしてたんですけれども、だいぶですね、胃も良くなってきて、で、今度ですね、胃のお話も詳しくまたちょっとお話できたらと思うんですけれども、胃をここまで良くする過程、いろいろあったんですけども、韓国にね、ちょっと療養行って、訓練をいろいろ受けてきたんで、その辺の話はまた胃が悪い方に参考になると思うので、また、次の機会に、お話できたらなと思いますけれども、で、だんだん胃が良くなってきたので、じゃあ、いよいよ手術しようかなっていうことになりまして、今回こうして日本に来てるということになります。はい。ということで、まあ、あと残すとこ、7日ですね。なんか本当にまだ正直実感なくて、ずっと決心できないまま来てたじゃないですか。で、正直、予約をしてからも決心は全然できてなくて、で、延期とかっていろいろあっても全然その間もそうで、で、今回も、ここに来て、今、日本に着いて、ちょうど2週間ちょっとかなですけど、その2週間の間も全然決心できてなくて、最後の診療の時に、お願いしますって先生に、言ったんですが、そしたらその時に先生が、ゆっくり、丁寧にやりますからっておっしゃってくださって、その一言がすごく慰めになってですね、励ましになって、あ、この先生にしてよかったって本当にその時に思いました。だけどやっぱりまだ決心はついてなくて、もうできたらやりたくない、もう本当にこのままあんまり痛くなかったら、韓国の先生が言ったみたいに、もうなんか、もっと年取ってからやってもいいんじゃないぐらいに思って生活してもいいんじゃないかぐらいに思ったことも何度もあったし、今も本当に毎日、このぐらいで我慢して、もう死ぬまでいけるんだったら、わざわざ手術しなくても、このまま行ってもいいんじゃないとか、そういうふうに本当毎日ぐるぐる思うんですよ。だけど、本当ここのとこ急激に、やっぱりね、ちょっと大きくなってきてるんでしょうね。この間の診察では一応、測り方が違うから、ですね、先生のお話だと、2.5 ミリ以上になると、すごくリスクがあるっておっしゃってたんですよ。で、私のが 2.5 ぐらいだったんですね。その、3年前に先生に初めてお会いして説明聞いたときに、2.5 ミリだったんですよ。私がそのぐらいだったんですよ。だから、あ、先生じゃあ本当にそこ境界線ですねっていうふうに言ってたんですけども、多分ね、今ね、感覚的にはちょっと大きくなってるんですよ。で、だけど、この間の手術前検査の MRI では、なんか先生がなんかちょっとよく詳しくはわかんないけど、2.3 ミリ、ちょっと大きくなってる 2.3 ミリとか言ってるかなみたいなことをおっしゃってたんですけど、先生だってもともと 2.5 ミリぐらいありましたよね。境界線だって言ってましたよねっていうふうに言ったら、あ、そうだったよね。測り方によって違うから、みたいなことをおっしゃってて。なので、正確にどのぐらいなのかはわからないですが、ただもう感覚的には、だいぶ、本当に悪くなってきてて、もうなんか常にふくらはぎが、なんかパンパンになってて痛い感じ。
で、もう歩くのも本当に前よりもすごく、注意しないと、いけないような感じ。間違ってちょっと歩いちゃったり、間違えた動きしちゃうと、すごく痛い。もうその後もずっと痛い。もう数日痛い時もありますし、その後もう本当に悪い時期がちょっと しばらく続いちゃったりとか、まあすぐ良くなる時もあるんですけど。とか、足の裏まで痛かったり、ふくらはぎのあたりとか足の裏のあたりまでじんじん痺れるような感じがあったりとか、あとは、本当にね、痛いとこいろいろなんですよ。ふくらはぎの後ろもそうだし、足の裏もそうだし、こっちの方、横もそうだし、足首の横の方、ここもビリビリって、キーンって痛かったり、ちょっと足の、上の部分、もう甲の部分、甲のこの指先のような部分、そっちも痛かったり、もうね、神経っていろんなところに通ってるから、もういろんなとこが痛いんですよ。その都度その都度。で、本当に痛くて眠れなかった時もありますし、なので確実に、悪くはなってるので、まあ、今やるべきかなっていうのは、時間が刻々と迫る中、決心はできてなかったけど、やっぱり必要かなっていうのは、私の中ではどんどん思えるようになっていってるので、まあ、このままあと1週間で、手術に万全を期して臨まないといけないなというふうに思ってます。もう一つあるのはやっぱね、リハビリ。手首の、リハビリの経験、手首とほら、肩まで痛くなってたじゃないですか。それがもうほんと大変だったんですよ。もう今1年半経ちまして、だいぶもう上がるようになりましたけど、今でも全然完全じゃないですし、動くね、範囲がやっぱりまだ可動域が狭かったりとか、するんですよね。なので、本当にリハビリって大変だなって、元に戻すのって大変だなっていうのが、今回のこの手首の骨折でよく分かったので、やっぱり、1歳でも、少しでも若いうちに、どうせ手術するんだったら、少しでも若いうちにやって、リハビリして、回復させなくちゃなっていうのもあって、今回、決心をしたっていうのもあったんですね。はい、ということです。もう、全部正直にお話ししましたので、何かもしね、気になることとか、質問とかありましたら、ぜひ、コメント欄にしていただけたら、私の方で、わかる範囲で、お答えしますし、紹介できるとこがあったら、紹介いたしますので、ぜひ、コメント欄にしていただけたらなと思います。この動画が少しでも参考になったなと思いましたら、ぜひいいねボタンお願いします。いいねボタンしていただけるとすごく励みになりますし、頑張ろうっていう気持ちになれますので、ぜひ皆さんいいねボタン、そして、チャンネル登録をして私のことをぜひ見守っていただけたらなと思います。そして、同じような、神経症種持っているような方、もしくは、他の病気の方でもこういった手術前の心情とか手術前後、やっぱりいろいろ本当に苦しくて寂しくて不安なこといっぱいありますから、皆さんと、それを、シェアして分かち合って励まし合えたらいいなっていうふうに思ってます。では次の動画でお会いします。もうね、痛みはもう本当にめちゃくちゃ痛いんですよ。もうね、ちょっとでも触れようにはもうね、飛び上がるぐらい本当に痛いんですね。もう洋服の裾がシュッて、本当にシュッて触れるだけでもものすごい痛くて、もう本当にもうね、尋常じゃないんですよ。なのでもうね、本当にいつもの何かに触れちゃうんじゃないかとか、何かに触れられちゃうんじゃないかって、もうすごい本当にいつも、気にしてないといけなくて、もう、お医者さんとかに行っても、このぐらいこうやって触れるんだったら大丈夫だと皆さん思うじゃないですか。こうやって手を置くだけでもめちゃくちゃ痛くて、その後もずっと痛かったりするんで、なのでもう本
当に触れないでくださいっていうふうにお医者さんとかもうマッサージに行ったり針に行ったりしてももう本当にそういうふうに言うぐらいもうねすごい痛いんですよ。もう神経なんでね。なのでもう本当に神経症種で、痛くない方もいらっしゃるみたいなんですね。痛くなければ手術しなくてもいいんですけど、痛い方たち、神経症種で痛い方たちは共感していただけるんじゃないかなと思いますけど、もう痛みはもう本当にすごいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。次回の動画ではなぜ私が Vlog を始めることになったのか、そのきっかけと理由をお話しています。ぜひご覧くださいね。